こんにちは、つんです。こちら、夫の仕事用のクローゼットなんですが、少し前から荒れ気味なのが気になっていました。本は適当に積み上げられているし、これでは引き出しが使えません。ということで、今回はこのクローゼットと夫の本の収納を見直そうと思います。収納を見直す時の基本は全部出しということで、クローゼットを一旦空にします。この箱には私の古い仕事道具を入れていました。これはデザインケースです。以前は仕事に絶対必要だったんですが、時代はペーパーレスということで今はほぼ使っていません。データの納品に使っていた DVD とかケースとか、たまにデータ納品があるので取っておいたんですが、ここ1年ぐらいは完全にネットに移行したので、今回全部手放すことにしました。あの頃は何ギガもあるデータをネットで納品できる日が来るなんていうのはもうほんと想像もしてませんでした。その分物が減らせてありがたいですが、デジタルの進化ってほんと凄まじいですね。もしかしたらこの先モニターなんかもいらなくなる日が来るんじゃないかなと思ったりしてます。ちょっと懐かしいものが出てきました。これは若い時に描いていた似顔絵のイラストですね。こんな形で世間に公表する日が来るとは思いませんでした。何年も使っていないものは処分して、残すものはほんと少しだったので収納場所を変えることにしました。そしてこの段ボール箱は処分しようと思います。クローゼットの最下段が空いたので、ここに夫の本の収納を増やしてあげようかなと思います。こうしてクローゼットの全部出しが完了しました。次に夫の本を一旦全部出していきます。我が家のリビング収納は押し入れぐらい奥が深くて、考えなしに詰め込むと完全に取り出せなくなるので、ニトリのワゴンを使って収納しています。だいたいこのワゴン1台につき漫画だと100冊ちょいぐらいは収納できるので、夫にはこの4台に収めてねって言っていて、夫も分かったって言ってたんですが、そんな私の願いも虚しく、気がつけばこんなところにも本が溢れていました。あとは資格を取るための参考書とか検定関係の資料とか、そういうものはファイルボックスに入れて収納しています。本とクローゼットの中を全部出した状態がこちらです。収納を見直すときって割と小さいスペースでも一旦お部屋の中がぐちゃっとなりますよね。こんなに入ってたんだっていう風にびっくりすると同時にどっと疲れが出る瞬間でもあります。今回は夫の捨て活ということで、残念ながら私が勝手に物を捨てるわけにはいきません。夫は今定期検診で眼科に行っているので、姫と一緒に帰宅を待つことにしました。ちなみに
夫はインテリアとか収納とかに全く興味がありません。収納を見直そうっていうことも多分今まで一度も考えたことがないので、割れてきたなぁと感じたら強制的に見直してもらっています。そんな夫が帰宅したようです。出迎えた姫が甘えモードの時はここでゴローンってするんですけど、この日はそんな気分ではないようです。やんちゃモードの時はだいたいこうして侵入禁止エリアの玄関にダッシュするんですけど、隙を狙われるのはだいたい夫です。さて、夫の捨て活が始まりました。けどどれも捨てられないとほざいています。電子書籍も活用はしてるんですが、夫が読みたい本の大半は電子書籍化されていないんだそうです。っていうか、紙の本が好きって言っていましたね。この本が全部なかったらどんなにすっきりするかって思ったりするんですが、読書は夫の唯一の趣味なので、仕方がないかなと諦めています。とはいえ、収納スペースには限りがあるし、すでにリビング収納の半分以上は夫のものが占めています。もうこれ以上は譲れません。今回既存の収納から溢れた本がこちら。ひとまず余った段ボール箱に詰めて収納します。ファイルボックスの中も整理し直して戻しました。無印の収納ケースに入っていたものも一旦全部出して不要なものは処分。こういった本以外のものは割とサクサクと捨ててくれているのでまだ助かっています。こうして夫のクローゼットと本の収納の見直しが終わりました。今回の夫の捨て活の成果はたったこれだけです。もう予想以上に少なくてがっかりしました。とりあえずこの日の作業はこれで終了です。クローゼット最下段の本の収納を使いやすくするために新しいアイテムをポチりました。ヤマゼンさんのスマートフロアと隙間忍者っていうネーミングの台車です。いつものように100均のアイテムで DIY しようかなとも考えたんですが、やっぱり本はかなり重いので、ここは既製品に頼ることにしました。今回購入した台車の耐荷重は小さい方で30キロ、大きい方で50キロです。この2つは連結して使うことも可能で、ご覧の通り360度回転 OK、動きもかなりスムーズです。小さい方には滑り止めもついています。前から見るとキャスターが見えにくいっていうのもポイントでした。キャスターの詳細は概要欄に載せておきます。気になる方はご覧ください。で、キャスターに本を載せてみたらまだ空間に余裕があったので、ギリギリまで棚を下げて調整しました。重い本もキャスターに載せることで簡単に引き出せるようになりました。今後本が増えたら小さい方をもう一つ買い足して本を入れる箱なんかも見直そうと思います。
棚の位置を下げられたことでケースとスーツの間に余裕ができて風通しが良くなりました。そしてもう一つ、今回買い足したのがダイソーのブックエンドです。立てておいたバッグがちょっと不安定だったので、隙間に差し込んで倒れてくるのを防ぎます。そしてこちらがビフォーアフター。その本、雑に置きすぎっていう問題は無事に解決することができました。私の古い仕事道具を捨てたから解決できたんですけどね。夫の本は今後もきっと増えると思いますが、入りきらないのは困るので、図書館を利用するなり、電子書籍を増やすなりして対応してもらおうと思います。夫の読みたい本が電子書籍化されますように。少しでも参考になりましたらチャンネル登録いただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。